はい、すみません、8時過ぎてしまったんですが、8時半、5月1日です。501の日というふうに自分も歌っております。で、本日ですね、先ほど YouTube 一つ上がったと思うんですが、5月1日なので、やはり501のスペシャルをちょっと僕の方で、紹介したいなと思います。ちょっとスペシャルアイテムなので、ちょっとね、生配信になってしまいますが、あとね、この、501の本、もう出てね、5年近く経ちましたけれども、おかげさまで大好評でですね、今もちょっと完売してないんですが、またね、これをこう読み直してもらったりとか、夜お酒のつまみにこうね、またみんな見てとかっていうのがいいかなと思って、はい。5月1日なんで、501のブレックス。自分も今日、これ、リーバイスの80年代ぐらいかな、ヘインズボディなんですけど、501ですね。はい。これ冬なんですけど、これもね、やっぱりこういった、パロってちゃんとね、面白い T シャツだと思って、大事に持ってます。ちょっとこういう僕もリーバイスのね、この変わった T シャツとか集めてますので、今日はこれちゃんと着て、いろいろ紹介したいなと思います。はい、まず、こちらスペシャルです。501ラブレックスの、はい、501ラブレックスのバックルバックですね。はい。1937年モデルと言われる、はい、年代のことです。後ろにこのいわゆるバックルバック、はい、通称シンチバックとかっていう言い方をしますけれども、はい、で、こちらレーザーパンチで、この年代から赤タブが、はい、つきます。37年にリーバイスがね、この赤タブの特許を取ったっていうのが一つ有名な話で、なのでこのモデルのことを37モデルっていう言い方をするようになったんだと思います。はい、で、こちら後ろアーキュレイト、よく見るとですね、もうただこう2本ステッチがこう入ってるだけです。ちょっとこう比べてみるとですね、こちら、片面タブ、ちょうど50年代に入った頃のタブレックスなんですが、アーキュレイト、そうですね、ここにこうひし形のようなステッチが入るのと、こちらは入ってないタイプですね。入ってないです。こういったね、年代によってやっぱりディティールが変わっていくっていうのが501のね、年代で分かれるところなんですけれども、あと前を見てもらうと、この年代はですね、マタリベットっていうのが、はい、マタリベ、通称マタリベですね。こちらついてます。はい。いろんな説があります。履いていて、焚き火でやけどをした。それから外されたっていうこともありますし、やっぱりこの年代からね、この37年の次42年、いわゆる第二次世界大戦始まって対戦モデルってころに突入するので、いろんな意味で省略されたっていうところでこれも省略されたという、いろんな説もありますが、はい、でこちらで37年モデル、少しね、違いがあるんですけれども、後ろから見たときにこのステッチですね、ここのクロスのステッチ、上側からかぶさって縫ってます。この後の年代になると下からですね、下からかぶせてステッチを縫うという、もうこうパッと後ろから見たときにここの違いが分かります。この37モデルっていうのはそのいわゆる上からですね、この後対戦モデルになると戻るんですけれども、戻るというかこの下からっていう合わせになります。こことかはねちょっとこう違いが、後ろから見たときに分かりやすいですね。はい、あとこういうあれなので股を見ていただきます。股のこのクロスの部分、股リベットから下のクロスの部分、ちょっとねリペアはされてるんですが、ここに缶抜きが入るか入らないか、
こもちょっとねポイントなんですけれども、37モデルは缶抜き入りません、基本的には。ただこれがですね40年代いわゆる入ると股に缶抜きが入ります。ちょっとこっちにも見せますかね、すいません。 YouTube 用のカメラワークですいません。股の缶抜きっていうのが、一つこの年代の頃に、切り替わります。はい、なのでこちらは股の缶抜きが入っていないということは30年代であろうと、37年から実質42年までと言われている中で、ここに缶抜きが入ってないというまずポイントを見たときに、これは30年代であろうと。はい、あとはですね、通称隠しリベットって言いますね。この前の22年モデルだとここの外にアウトリベットというのがついてますが、これはもう中に入ります。隠しリベットって言われてる、この時この本にも書いてますけど、コンシールドリベットって言い方で、中に隠しリベット、この後ろの裏側です。こちらにも隠しリベット、これがこのバックルバックの頃がこうべちゃっと潰れたリベットです。これ僕よく言うんですけど、この前の、スレキを止めてるここのリベット、はい、スレキを止めてるここのリベットといわゆる同じ形状です。この形状のはいわゆる37モデル、この以前のやつは全てこれです。でいわゆる対戦モデルっていうあたりからこの丸いリベットですね。はい、この丸いリベットですね、いわゆるこれに変わります。はい、ここがちょっと37モデルの見るポイントでいいかなと思います。はい、色落ち方、この少しひげも出てまして、はい、で当たりもきれいに出てます。でまだ色も十分濃いですね。はい、で、レザーパッチ、この下の方がちょっと割れてしまっているので実寸サイズは、ちょっと表記サイズは読めないんですが、今実寸で測ってウエストが35インチ、レングスが30インチ。はい、ということはですね、レザーパッチおそらく表記は36の32ではないかと。はい、この辺のねサイズ、ちょっとこうやはりズドーンとしたストレートです。やっぱりまだね労働者30年代とかね労働者が履いてるんじゃないですけど、このストーンとしたストレートです。ドストレート、少しね大きめのシルエットで履くっていうのもかっこいいと思います。この年代ならではなので。はい、あとはですね、37年モデル、この後対戦モデルに入っていくんですが、対戦モデルっていうのは結構イエローステッチが多いです。ただこのね37って言われてるこの年代は結構オレンジステッチが多いです。オレンジステッチ、はい、またねこのオレンジも色が抜けていくとこうちょっとこういい感じの色って言ったら変ですけど、はい、またこのインディゴのデニムと合う色感にはなります。そして37ね、この、僕がよく言うんですけどベルトループも大きい極太のベルトループ使ってます。はい、あとでちょっとあんまりアップで見せれないんですが難しいので、この本に僕は全部リベットの大きく書いてますが、この LS&CO というふうにリーバイス・スラウスサンフランシスコですけど、この CO の O がちっちゃい、見えますかね。 CO の O がちっちゃいんですね、このリベット。これがよくこの年代に使われてます。はい、O がちっちゃいとよく言うんですけど、
はい。こちら、いわゆる37年モデル。はい。実質35の30。こちらお値段ズバリ130万に消費税です。はい。130万です。ちなみに明日のオンラインストアにアップされます。はい、続いて、もうこの角度から見ていただいても、マッコンっていうのは気づくと分かると思います。マッコンと言いますか、昨日紹介させていただいたWX で、すっごい鬼ひげのがあったと思うんですけど、あれもワンウォッシュっていうふうにお伝えしたと思うんですが、実はこちら、はい、先ほど紹介したのと同じ年代、1937年モデルと言われている年代です。で、色のパーセント的にいくと 80% から 85%、少し汚れとかがあるぐらいで、いわゆる大きいダメージは一切ないです。ちょうど吐き出してこうね、ひげがバーって出始めてます。で、こちらもレザーパッチがもうバッチリ。はい。レザーパッチがバッチリ。かなり当たりいい感じですね。いいですよね。相当綺麗です。はい。そして先ほどの37年こちらと若干の違いが同じ年代かなとパッと見はもちろん思います。後ろのバックルのね形状も同じです。はい。中の隠しリベットも同じ形状です。ただ先ほどご紹介した股を見た瞬間にここに缶抜きが入ってます。はい。缶抜きが入ってます。これでこちらと年代が少し違うんだなっていうのが分かります。おそらくこちらは40年代に突入していると思います。はい。見た目は同じなんですけれども37年モデル。はい。あと先ほどご紹介したここのステッチが上からかぶっている部分、こちらは40年代に入ってから下からかぶってます。はい。この違いは結構大きいですね、パッと見。ここはもう戦争に近づいていってるというか、40年代に入って、この501のバックルバック、はい、中のねこの辺の感じとかレザーパッチのこの質感、少し履いてはいます。もちろんおそらくデッドストック下の状態から履いておそらく1回水通っただけだと思います。まだのりが残ってちょっとゴワゴワしてます。はい。で先ほどのねこっちのバックルバックとまた雰囲気がアーケードのね雰囲気もまた違います。ちょっと違いますね。でこちらもオレンジステッチが多いです。このねオレンジステッチが多いですね。はい、こちらももうまだカチカチです。こういうボタンとかも、はい、もう中のね状態も完璧ですし、まだこのゴワゴワしたのりがねの特徴です。こちら、モデルとしてはね37年モデルです。はい、でこちら実寸がですね全くこちらと同じサイズです。35のレングスが30、はい、同じ場所で出てきたわけではないです。たまたま別で入ってきたんですけれども、たまたまサイズがほぼ同じ。おそらくレザーパッチの表記はサブ632、36のウエストでレングス32であろうなと思います。こちら久々ですね。20周年の時にですかね、うちがバックルバック結構こういうの出したんですけども、それ以来最近本当にこの辺のマッコンっていうか
ゴールデンサイズでこうパーフェクトなバックルってなかなか出てこない来てないです。まさかね501の5月1日にご紹介できるとは思わなかったんですが、こちら、ズバリですね、コンディションのこと、コンディションバッチリです。はい、マッコンです。で、ウエスト35のレングス30、こちらが280万に消費税です。300万超えちゃうのかな280万言ってしまいました。ちょっと今まであまりお値段ズバリ言わなかったんですけど、すいません。こちら37モデル、35の30で280万です。はい。コレクションにしたい方、自分サイズバッチリサイズの方いらっしゃいましたら、ぜひご連絡いただければ。どうしてもね高額商品なので、オンラインストアにはアップしますけれども、もしよろしければご連絡お問い合わせいただければ私の方が対応させていただきますので、ぜひ、状態とかね、もちろん今状態見せましたけれども、お聞きしたいことがあったらお店の方にご連絡ください。私も明日、対応できるようにしておきますので。37年モデル、そうですね、本当にこっちの濃いやつなんかはね、もしね5年前とかに出てきてたらちょっとこの方にね掲載させてもらってたかもしれません。それぐらいなコンディションです。はい、はい、あと、続いて一応37年モデルご紹介させていただいて、続いてのスペシャルがさっきからちらっと見えてたかもしれません。リーバイスの30年代のバナーです。ちょっとね全体に広げるのは少し難しいんですが、横で、2メーター73とか2メーター70ぐらいありました。見えますかね。はい。で裏返してもここにレザーバッジが載ってます。ここの32の30ってこのすごいいいサイズですけど、はい、カウボーイの男性が、2人ちょっと床つけてます。よく見ていただくとはい、よく見ていただくとこちらバックルバックついてます。はい、ということは先ほどの37年モデルと同じ年代ということですね。はい、このバナー後ろこれバックルついてますね。バックルのついたのを履いてる人が、あとはこっちのカッパーリベットと書いてるそうですね。はい、37年モデルのフラッシャーにカッパーリベットって入ってます。はい、その後からはコンシールドリベット、変わりますね、文字が。なかなかこういったデニムのバナーっていう言い方をします。デニムバナー。昔のね古着屋さんとかも飾ってたり、うちもリーのバナー飾ってます。ちょっと店頭であまりディスプレイなので売り物にしないんですが、こちら今回、一応ちょっとお値段をつけて販売させてもらおうかと思っております。こんなタイミングでね、まさか37モデルが入ってきて、まさか同じ年代のバナーが入ってくる、こんなことってなかなかないと思います。やっぱこういったものの、ね、バナーの額に入れて飾るとものすごいかっこいいと思いますね。はい。僕んちは飾れるほど広くないので、ちょっと今回はこれはお客様に、譲ろうと思います。こちらもちょっと明日オンラインストアにアップするつもりなんですが、ちょっとまだね正直入ってきたばっかで、先ほどまだお値段をちょっと決めてないです。正直申し訳ないです。で明日のオンラインストアにアップする際に、ちょっとお値段載せさせていただいて、販売させていただきます。
少しね、まあこの辺が少し擦れてたりはします。ちょっとこうやって畳んでたんだろうなと思いますが、はい、こういったとこぐらいで、あとちょっと1箇所、ここにね、ちょっと切れた、10センチほどのちょっと切れた箇所があります。あとはこのバナナって一番角っこにこういった丸い金具がついてるんですけれども、片方こちらが切れてます。なので少しだけダメージはあります。ただ先ほどのバックルじゃないんですけど、コンコンなので、はい、なかなか。あとは本当にね、この本の最後、一番最後に載ってる20年代って言われてるバナナですね。ちょっとまだ時間があれば、はい、このバナナですね。このバナナが一番古いバナナと言われています。でこちらの2番目、次の年代ではないかと。はい。でまたね、あまり見かけないと思います、このバナナ。正直結構50年代のねリーバイスのバナナなんかももちろん年代によってバナナ存在します。もちろんあまり売りに出ないっていうのが一つなんですが、今回この30年代のバナナを、販売させていただこうと思ってますので、ちょっと明日のオンラインストアの方に掲載してお値段発表したいと思います。ちょっと今日はすいません、簡単に折っておきます。はい、とりあえず3点ですが、スペシャルを紹介させていただきました。130万と280万、ちょっとすみません、この辺が。バナナに関してはちょっとね、明日公表させていただきます。こんな感じですかね。発表6日にやろう。そうですね。一応今日が501なので5月1日。ちょっと5月6日にね、ちょっと予定してたことがあるんですが、またちょっとその5月6日の時に、発表したいと思っております。重大発表って言い方になりますが、そこでお伝えしたいこともありますので、また5月6日に、生ライブでいいのかな。はい、ちょっと、こちらのインスタグラムもそうですけど、インスタと YouTube の生ライブ同時にやらせていただきます。今回のこの3点は明日の、オンラインストアの方にアップされます。YouTube の方もね、先ほどアップされたと思うんです。同時にちょっと、この後にいろいろチェックしていただければ。はい、いつも本当にご覧いただいて、ご視聴いただいて本当にありがとうございます。ここ最近ね、こんなコロナの影響じゃないですけど、僕のできることはこういう YouTube だったりとかだと思うので、ヴィンテージとかね含め古着まだまだご紹介していきたいと思っています。毎日配信しておりますので、YouTube の方のチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。でまたね、いろいろスペシャル入ってきたら、ご紹介させていただきたいと思ってますのでよろしくお願いします。本日は、こちらで終了させてもらいます。ではまた明日。